ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。以前より字幕の大きさについてのご意見をいただいておりまして、詳細は動画の最後とコメント欄にてご説明させていただきますが、字幕の大きさについて希望があればコメント欄にて教えてください。それでは本題に移ります。今回ご紹介いたしますのは DK 所属スマッシュ選手です。彼は昨年一時期グマユシ選手とスタメン争いをしていた選手で、結果的にハグマユシ選手がスタメンとしてワールズを制しましたが、その選手と枠を争っていた時点でサブメンバーとしてくすぶっていて良い人材ではないのは明らか。キャリー寄りのプレースタイルを得意とし、来シーズンでは DK の ADC として登録されています。そんな彼のアッシュ ADC をご紹介いたします。今回のルーンはこちら。エズリアルのポークに対してある程度対応できるように血脈を、サブパスではアッシュの AA にスローがついていることに加えて他のスキルでも移動妨害効果を持っているため、シックはかなり優先して積みたいルーン。そしてこのチャンネルではおなじみの高レートになるほどビスケットデリバリーの採用率が下がるという話はアッシュでも同じトリプルトニックを選択しています。それでは試合の方を見ていきます。隣にいるのは鳥。Q を打ちますがトロすぎてこの距離では当たりません。レベル2先行を急ぎたいレオナがミニオンを叩いている間にエズリアルが鳥を舐め腐った立ち位置を取ったため、アニビアの Q が命中し、エズリアルはこれにクレンズを使用。電撃まで入りました。エズリアルがリーサルテンポとパッシブのスタックがあるうちに E で入りダメージトレード。互いにヒールを使用し距離感を測り合います。アニビアにレオナが E を当て、それに対して Q をエズリアルに打つアニビアでしたが、しっかりと回避するエズリアル。エズリアルのマナが枯渇しそうになったことで攻勢に出ます。アニビアがパッシブを生かそうとブッシュに入っていきます。アッシュがレオナ Q に対して爆速クレンズを見せ、エズリアルがアニビア Q を見てフラッシュアウト。すかさずアッシュがフラッシュで追撃。それぞれがレベル3になり殴り合いますが、無力な鳥にできることはありません。レオナがフラッシュでとどめを刺しになんとか守ろうと W で壁を出しますが、どうにもならずアッシュがです。レオナに殴り負け卵になったところを寄せてきたパンテオンに食べられてしまいました。1、2トレードになったものの、ボットレーンだけで見ればこちらは ADC にキルが入っているのに対して相手はサポートにキルが少し有利に、再びレーン戦へ。
エズリアルがレベル4になるタイミングでレオナが E で仕掛けてきますが、アッシュはこれをかわします。アニビアがフォーカスを受け、エズリアルがアニビア Q を食らいながら E でブリンク、ギリギリまで引きつけた後、アニビアがフラッシュアウトから W で壁を作り、アッシュが AA をしながらエズリアルの Q をかわしたことで直前にかけられていた SW のダメージをもらえません。レオナがレベル4になる少し前に E で再び仕掛けますが、ミニオンウェーブが到着してエズリアルの Q が届きません。AA レンジ差50を生かす絶妙なステップをアッシュが踏み、エズリアルを切る。レベル差をものともせず、小さなステップ2つで大きな有利を手に入れました。ウェーブを整えリコール。しばらくして再び2対2。レオナが視界を取りに行ったタイミング、エズリアル E の CD があと2秒という時にアッシュが R を放ちます。これに対してエズリアルはクレンズではなくフラッシュアウト、ダメージを嫌ったか、もしくは ADC としての本能がそうさせたのでしょうか。カウンターでレオナがアッシュに E で組みつき、アニビアがエズリアルの車線を切るために間に入ります。ダメージトレードをした後、レオナ E を回避しようとしましたが命中。Q を待ってクレンズ、 W の範囲ダメージをかわし、追撃していたところでレオナがフラッシュインから Q を繰り出しますが、これを受け入れます。フラッシュした後わずかに歩いてからの Q であったため、このレベルのプレイヤーであればフラッシュで反応できるだけの時間はありましたが、エズリアルのポジションとレオナ E が1秒 CD であることを計算に入れ、スタンをもらい、AA を入れてからレオナ E が上がるということでフラッシュアウト。とてつもないミクロを見せつけましたが、その後エズリアル R をかわしきれず、2トレードに。リスポーンしてパンテオンがこちらのジャングルに入ってきたことで集団戦に。パンテオンに R を当て、パンテオンを殴ります。後ろから追いかけてきたエズリアルに殴られますが、この Q をモーションが見えてからのステップで回避したことで、エズリアルが強引にキルを取りに来たとしても生き残れるだけの HP を維持。ここで引けばファイトでの勝利がなくなるエズリアルはダメージを出しに来ますが、アニビアが Q をボディブロックしたことでアッシュに届くダメージがありません。エズリアルをキルして2-1トレード。その後レオナが思いがけないところから現れたことで、アッシュとイレリアがデスした後、ドラゴンをタロンが取ったところから集団戦に。フラッシュがないベタ足 ADC にはしんどい状況でしたが、タロンがパンテオン W を吸ってくれたおかげでチャンスが。レオナが E で組みついてきたものの、直前でレオナ Q の効果時間が切れているためクレンズは使いません。3人に囲まれますが、イレリアがフラッシュ E でアグロを引いてくれます。これによりアッシュはフリーディール。イレリアがキルを回収していき、トリプルキル。フラッシュがない状態からチームを信じてダメージを出し続け、最後はイレリアが暴れました。その後エズリアルに R を当て、正確なダメージ計算でキルまでつなぐ。4-1トレード。
集団戦前は2000ゴールド負けていたところからイーブンまで持ってきました。レオナを捕まえたところから集団戦が始まります。レオナを捕まえ、パンテオン W の射程に入らないようにクレンズを使いながら距離を調整し、上からのエズリアル Q をケアして下側にポジションを取りチェイス。タリアが R で追いかけてきましたが、タロンが犠牲になったものの全体で5-2トレード。この集団戦でイレリアがシャットダウンを含む3キルを獲得してかなり有利に。そしてこの試合はアッシュのいないところでゲームが崩壊し、ブルーチームのタワーが破壊されました。相手が降参したことで勝利となりました。いかがでしたでしょうか。最終的にゲームを決めたのはイレリアでしたが、スマッシュ選手がとても面白いプレーをしていましたのでご紹介させていただきました。来シーズンの DK でのパフォーマンスが待ちきれません。話は変わりまして、字幕の大きさについてですが、端的に言えば字幕を大きくした方が良いかというところをお伺いしたいのですが、私なりに大きくした際のメリットデメリットを挙げさせていただきますので、それを踏まえてご意見をいただければなと思っております。まずはメリットから。シンプルに字が見やすくなります。次にデメリットですが、編集時間が長くなることと頻繁に字幕が切り替わることになりますので、少し気が散る可能性があるのかなといったところです。気が散るかどうかは人それぞれだと思いますので、一番は編集に時間がかかることで投稿頻度がわずかに下がる可能性があることですね。現状の字幕があの大きさなのは編集に時間がかかることがやはり一番ネックとなっておりまして、見づらいと感じておられる方もいるだろうと思ってはいるのですが、そもそもどの程度字幕を見ている方がいるのかというところが分からず、そこまでちゃんと字幕を見ている方はいらっしゃらないのではないかという考えでこれまではあの大きさでした。字が大きくなると開業する場所を探すのにも時間がかかりますし、音声とタイミングを合わせる作業も大幅に増えますので、投稿本数によっても変わってくるとは思いますが、もし字幕を大きくする場合1ヶ月で1本ほど動画は減るのかなと思います。編集する側としての考えと状況をできるだけお伝えした上で判断していただきたい。長くなってしまいました。まとめるとわずかに投稿頻度が下がる代わりに字幕が見やすくなるのか、現状維持でいくのかということです。ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。大きにご苦労さん。